こんにちは、空手家工芸です。今回は上段回し蹴りを当てるために僕が大切に、していた背筋で蹴る上段回し蹴りを出すためのコツ3選をお届けしたいと思います。多分空手をやっている人は皆さん一度は、華麗なる上段回し蹴りに憧れたことがあると思います。そして憧れはあったもののうまく蹴れなかったり蹴っても当たらなかったりすることで徐々に自分には上段回し蹴りは無理なんだって諦めていく、そんな人も少なくなかったんじゃないでしょうか。正直僕もですね、空手を、始めた頃は憧れて練習して組手で出しまくっては見るものの、全然当たらなくてどうすれば当たるんだよってなっていたので、そうなる人の気持ちはすごくよくわかります。そこで今回は僕が上段回し蹴りを当てるために大切にしている背筋で蹴る上段回し蹴りを有効に使うために必要なコツ3選をお届けしたいと思います。日頃僕のチャンネルは空手家高傑の技術解説や他の武道、格闘技の技術を深掘りするのを見れば 100% 強くなる動画を毎週金曜18時に投稿しています。また本気で強くなりたい人や本気で強くしてあげたい人は YouTube では若狭高傑の本気の技術解説が見られ、毎月、所属メンバーの全ての質問に高傑ががっつりお答えしているオンラインサロン空手家高傑のオンライン教室もありますので、ぜひ動画概要欄をチェックしてください。ちなみに今回の動画は上段回し蹴りが顔まで上がることを前提とした技術のため、僕、正直僕自体体硬いんですけど、僕みたいに体が硬くて、上がらないみたいな、感想を持っている人、体が硬くて上段回しが蹴れないと思っている方に関しては、過去に体が硬くても開脚できなくても蹴れる上段回し蹴りの身体操作法を動画で解説していますので、そちらの過去動画もぜひ参考にしてみてください。では早速上段回し蹴りを当てるために大切に、していた背筋で蹴る上段回し蹴りのコツ3選をお伝えします。1つ目、蹴り足の膝を反対の、肩で操作する。2つ目、息を吐く。3つ目、蹴りを回さない、です。ではそれぞれ解説していきたいと思います。1つ目の、蹴り足の膝を反対の肩で操作する、これは僕のチャンネルをご覧の方々にはおなじみの、表現ですが、今回初めての方やちょっと忘れている方のために、簡単に、説明したいと思います。蹴るときにですね、この筋肉で、上げてくるっていうイメージではなく、僕がやってるのが普段例えば右の上段回し蹴り蹴る場合は右の膝を反対の左の肩を引くことでここの筋肉を伸ばしてやってその結果この膝が上がってくるっていう感覚で蹴るようにしていて、これに関しては過去の動画で詳しく解説しているので、そちらを見ていただきたいんですが、基本、ここを伸ばすっていうイメージなんですが、ここが、蹴りが例えばこっちの角度で、出したいんであればこの角度上に、引っ張ってやって、イメージは背中側の筋肉を、筋肉でこの肩を、例えばこっちに上げたいんであってはこっちに引いてやって、その結果膝が上がってくるっていう形でこれで蹴りを出していくっていうのが基本になってくるので、これに関してはもしわからない人はこれはちょっと過去動画とかコラボ動画とかですね、ちょっと見ていただくと分かると思うので、ちょっとそれらも参考にしてみてください。今のこちらを引いて、肩で、反対の足を操作する、膝を操作するっていう、説明したこの技術に関してはですね、これ、後ほどお伝えするメリットにも関係してくるのですが、この動作で、特にいいメリットというのは、蹴るときに、膝から反対の肩までここまで大きな筋肉を、一気に動員することができるので、足を上げて蹴ろうとしてしまうとどうしても股関節周りの筋肉だけの蹴りになってしまうんですが、ここの筋肉を全て連動させることで、蹴りに動員できる、筋肉量を多く増やすことができるというのがこの蹴りの特徴になります。蹴るときにですね、例えばこっちじゃなくてこちら側の筋肉、要は足をこうやって上げようとしてくる筋肉で蹴る人の、特徴としては蹴りとしては上げた後にここの筋肉をこういう蹴りになってしまうので、こうではなくてこちら側の筋肉をぐっと引っ張って、ここを引っ張ってきて、こうすることで、威力が格段にさっきも言ったんですけど、この動員できる筋肉量が増えるので、単純に、筋肉使える筋肉が増えれば、威力が上がるということがあります。続いて2つ目です。2つ目の息を吐く。これは全ての攻撃やスポーツ動作に共通ではありますが、蹴り動作は先ほど言ったんですが、この前面の筋肉を大きく進展させているので、この時に肩を引いてきて、こちら側にですね引いてきた筋肉をこちら側に収縮させて足を上げてくるというイメージで蹴るんですが、この時大切になってくるのが、進展させた筋肉を、シュッて強く息を吐くことで、呼吸筋
いわゆる呼吸筋です。これをグッて収縮させることができるんです。でこの時、こうやって説明息を吐くことでシュッて息を吐くことでこの呼吸筋をギュッと収縮させることができるんですが、これ反対側にここを伸展させてここを伸びている状態なので、特に例えば何もしなくてもここで息をシュッと吐くとこちらが上がってくるとします。この時細かく言えば腹横筋だったり腹直筋だったり、内肋間筋かな、その辺が、呼吸筋として特に強く収縮するんですが、これが収縮することをこのまま自分でただ単に意図的にこう上げるだけじゃなくて息を吐くことでここの特になんですかね、細かいことをイメージしなくてもただ単に伸ばした後に息を吐くと勝手にここの複数の、呼吸に同時にする筋肉を、なんなら正念部でも何も意識しなくてもこの筋肉がこっちへ上げてくることができるので、上げてきた後にここで強く息を吐くことでスピードを上げたいときにっていうことで足のスピードを上げたりとか蹴りの威力を上げていくことができるので、この当たるタイミングで息を強く吐くというこれ結構大切なコツになりますので、これちょっと、忘れないように必ずこれの蹴りをやるときはちょっとイメージしてやってみてください。続いて息を吐くに関してですが、これたまに力を入れようと思って息を止めちゃう人もいるんですけど、息を止めてしまうとそこで動作が終わってしまうので、基本イメージは当たる直前からもう本当ここだけなんですよね。もうこの瞬間だけが速くなればいいので、このタイミングで、なんなら僕よく息を吐いてスピードを上げれてるか確認するときにゆっくり上げてきて当たる瞬間だけスピードを上げるっていうので確認したりするんですけども、これで形でイメージではミットがないとしたらここで息を吐くというこれだけでスピードここからゆっくり上げてきても当たる瞬間のスピードを一気に上げることが可能なので、呼吸のタイミングがちゃんと吐けてるかっていうのはこういう感じでゆっくり上げて蹴ってもらうと確認しやすいのでちょっと参考にしてみてください。ちなみにこの息を吐くに関してですが、過去の試合動画を見ていただくと、他の選手に比べて僕結構分かりやすくシュッシュシュッシュ多分言ってると思いますので、ちょっとイメージが湧かない方は、僕の過去の試合動画などを参考にしていただけるといいかなと思います。最後の3つ目、蹴りを回さないですが、どういうことなのか、なぜ回さないのか、どんな練習をしていたのかを、解説したいと思います。まず蹴りを回さないとはどういうことなのか、ちょっとこちら練習方法も、ついでに見てもらえればなと思います。ちなみに、回さない蹴りを練習するときは壁を使ってよく練習していたので、ちょっとこの壁際の蹴りをちょっと、お見せしたいと思います。そうですね、実際これ練習するときは、壁際に蹴り足のつま先をついて、なんなら、蹴り足が右手の肘もついています。でこのぐらいでもう完全に、壁についた状態で構えて、で完全にこうやってついちゃう感じで、もう肘もついちゃう形で、ミットに関しては、こう構えた自分の中心に持ってきていただくんで、もう壁からだと30センチあるかないかぐらいです。はい、この状態で蹴りを蹴っています。ちょっとカーテンがもしかしたらカーテン蹴っちゃうかもしれないですけど、ちょっとじゃあ実際やってみます。こういう形ですね。回さない蹴りを練習するときはこんな形で壁際にも足をついて肘もついた状態で、もうミットも本当壁からこの25センチぐらいなのかな離してもらったぐらいのところで蹴りが蹴れるかっていうのを確認していただきたいと思います。こうすることでまず、背筋で蹴れてる蹴りが蹴れないとそもそも壁際で強い蹴りにならないので、こういう感じでまず、確認していただければなと思います。でちなみになぜ回さないのか、に関してはいくつか理由があるので、少しちょっとホワイトボードを書いて、説明したいと思います。回さない理由についてですが、相手を
めんなさい、相手上から見た図です。で蹴りを出すときに、さっきみたいにですね、壁を、イメージとしては壁がここにあるイメージで、さっき僕が立った壁際のイメージこんな感じなんですけど、普通に回して蹴ってしまうと軌道は、こういう形で顔に向かっていきますが、さっきやったやつは、当然壁があってここ行ったらもう壁ゴーンって当たって、蹴れないので、こういう形で顔を狙っていきます。で結果的にこれまず何が変わるかというと、わずかかもしれないんですが、ここからこの赤線の距離と、ちょっとここ途中で終わっちゃうんですけど、ここからここまでのこの赤線の距離、これ当然まっすぐにすると、こっちから蹴った方が距離は実際こう伸ばすと、要はこういうイメージになるので、距離が短くなるので、そもそも相手の顔に到達するまでのスピードが速くなります。なので単純にまず蹴りのスピード、当たるまでのスピードが速くなる。でもう一つに関しては、これ相手の顔に対して直線で向かっていくので、これちょっと、対人で前に立ってもらうのが一番分かりやすいんですが、人間ってこうやって回って向かってくるものと、直線的に自分の顔に向かってくるものと、格段に受けにくく怖い気になるので、これはちょっとですね体験してもらわないと分からないんですが、ちょっとじゃあ体験お願いしてよろしいですか。これ見てください。普通にじゃあまず、スピードはそんなに速く蹴らないんで、同じスピードでこう普通に回したらいいですね。で、今度に回さないで、このラインで、これだと多分全く感覚が違っているので、なのでこれ実際に道場でピアになってもらうと分かると思うんですが、もうなんだかここに、最初壁だと難しいかもしれないですけど、僕がよく道場生でやるのが、僕がこうやって立って絶対に先生は蹴るなよって言ってここで蹴ってもらったりとかすると、頑張ってこう蹴ろうとするんですけど、そうするとこう回してきたのと、この相手側に回さずにこうやって蹴られるのだと、こちらの、多分受け手側で感想が全く変わってくるので、お互いでやってもらうとこの蹴りの有効性も、実感しながらやってもらえるかなと思うので、こちらもちょっと参考にしてみてください。どうでした？正面から来ると見えない、膝が見えた瞬間に、もう足の甲がここ飛んでくるような感じで、怖くてしょうがないっていうのが実感です。ありがとうございます。ちなみにこの回さない蹴りは僕の師である、長谷川宗師に何度も言われて、組手中に、なんならもう僕がこう組手してる時に相手の後ろに立って僕の師である長谷川宗師がこうやって相手の肩幅でこうやって後ろに手を上げて、ここから出るなっつって言われながら、もうここから出ちゃダメ、ここから出ちゃダメって思いながら組手の中で、実際に修正を繰り返してやってきた技なので、正直いきなりじゃあここで蹴れたから組手の中でできるかって言われたら簡単ではないんですが、まず、初めに、こういう壁際とかでやっていただくと、実際壁がないところでやるよりも確実にこう回して出てないかっていうのは分かりやすいので、この壁際ハイキックの練習に関しては結構参考になると思いますので、ベース作りを、する上でこれちょっと参考にしてみてください。いかがだったでしょうか。背筋で蹴る上段回しのコツ3選。1つ目、蹴り足の膝を反対の肩で操作する。2つ目、息を吐く。3つ目、蹴りを回さないです。まずここまでできるようになると、相手にとって脅威となる非常に鋭い上段回し蹴りを出すことができるようになるので、ぜひ参考にしてみてください。そして次回は、知れば背筋蹴りのヒット率を上げることができる、背筋蹴りで得られる大きなメリット3選をお届けしたいと思います。相手に蹴りを悟らせずにヒット率を格段に上げることができるようになる、背筋で蹴ることで得られる大きなメリット3選をお届けしたいと思います。相手がサウスポーになった場合は、これ相手の体の正面にここに蹴りを通すと当たりやすく、さらに受けにくい、相手からしたら怖い蹴りなので、相手がオーソドックスの場合はこのラインが有効なラインになってくるので、次回お伝えするメリットを生かすためには、今回ご紹介した背筋蹴りは必須の技術となりますので、来週の公開までにぜひ3つのコツを、意識して背筋で蹴る上段回し蹴りを練習しておいてください。今日も最後まで YouTube を見ていただきありがとうございます。もし動画の内容が良かったらいいねボタンとチャンネル登録をして、空手家ゴークスの YouTube 動画で一緒に、強くなりましょう。いや、うまくいいんだったもう一回言ってください今日も YouTube を最後まで見ていただきありがとうございます。もし動画の内容が良かったらいいねボタンとチャンネル登録して、空手家ゴークスの YouTube 道場で一緒に強くなりましょう。おっすありがとうございました。
やー噛みましたね今日も今回お届けするのは、避けられない攻撃を出すための間合い操作術です。僕の空手の技術の一翼を担う本当に超大切な技術で、概念自体はものすごい単純なもので、知ってしまえば正直そんなことなんですけど、僕にとっての秘伝と言ってもいいレベルの技術なので、要点などについて、絶対に